京都五条坂、清水寺のにぎわいから少し離れ、閑静な住宅街へ足を踏み入れると、そこに今回のお店はあります。5分抜きのベジタリアンカレーで国内外からお客さんが訪れるインドレストランシャマ。趣あるこの空間、実はここもともとはただの民家だったんです。何もない空間からどのようにして理想のお店は形になったのか、開業から1年が経った今、オーナーへのインタビューを通して当時の奇跡を振り返ります。うちのお店は特殊で、お肉とお魚と卵とお酒も使わないし、ベジタリアンっていう分類になるんですけども、そういう方々ってこのお店を求めて遊びも観光もして、でここでじゃないと食べれないっていう形でわざわざうちのお店を狙って来ていただけるのもあるんですね。市街地の方だったらもうちょっと私たちの雰囲気に合わないんですね。でそれ考えた時に、ここはちょうどいい価格帯で出てたのと、駅から近すぎるとやっぱりすごく高いじゃないですか。近すぎもないしちょうどいいと。でかつ皆さん清水寺に、よく行かれるんですけど、清水寺に観光した帰りとかにまた寄っていただいたりとか、この辺すごいホテルも増えてるんですけど、ホテルに泊まられて、ホテルから行き来してここに来てくださるとか、朝食とって行かれる方とかいらっしゃいますし、っていう感じでいろいろ考えた結果、京都駅からその五条四条ぐらいまでの間で店を出店したいというふうに考えてまして、ちょうどいい場所に見つかったっていう感じです。もう本当にこの最低限の費用で抑えたいと思ってまして、特にキッチンとかがすごいやっぱりお金かかるんですね。でここはもともとお店じゃなくて普通の民家だったので、民家の一部屋をキッチンにしたんですね。それだけでもだいぶお金はかかるので、あとはもう DIY にしようっていうことで、壁とかこういうだから壁に梁がねところどころこうやって出てたりするんですけど、こういうのも全部もともとのまんまなんですね。でここにペンキを塗るだけですごく綺麗に仕上がって、で照明もちょっと折り紙とかで工夫してましてクジャクみたいなものはね、もともとここにあったんですけどめっちゃインドやんっていうことでなんか使ってこれはね買ったと思いますね。これもインドのブッダガヤから持ってきたものですね。もうこのソファーとかもスタッフみんなで作ったっていう感じですね。はい、2階は畳の部屋になってるんですけど、イベントをする時に使ったりとか、隣は、スタッフが寝る部屋っていう感じで、区切って使ってます。入り口入って右の壁を抜いたらなんとか店になるかなって言ってこうイメージを膨らましてたんですけど、最初はこんな綺麗なお店にバッチリハマるとは一切思ってなかったので、すごいやっぱそこは悩んで開始したんですけど、実際こう入ってみて、で真ん中の壁とかも壊して一つのホールみたいな形で全部が見通せるような形で開放感も出たんですし、なんかそういうのってやっぱり改装前はイメージしづらいんですよ。本当に普通の民家っていう感じで物もこう置いてあってっていう感じで、ここが店になるのかなっていう感じで、でもやっぱなってスタートしてみたら、ここがこう全部一つに見渡せるし、キッチンも奥のスペースで邪魔にならないというか、ちょうどいい感じで見える、アイコンタクトもできるし、しかもすごく静かなところなので、コテコテのインド料理みたいな感じにはしたくなかったんですね。やっぱり日本の京都やったら京都ならではの良さっていうのも生かしたお店にできたらなって思ってたんで、ここでやっぱ食べていただいてほっこり落ち着いていただくだけでもちょっと日本の良さがね伝わるかなっていうふうに思いますし、そういう意味ではねすごいここに出してよかったなと思います。
インドの最貧困州ビハール州っていうんですけども、そのビハール州において学校にすら通うこともできない貧しい子どもたちがたくさんいてたので、私と主人はもう20代の頃から学校を立ち上げて支援をしてきたっていう感じなんですけど、ここで働いてるスタッフは全員ではないんですけども、そのインドのニューランジャナスクールっていう私たちがずっと運営してきた生徒が卒業してここのスタッフになってる場合もありますし、仕事っていう形で自立を支援してるっていうふうにも言えると思うんですね。仕事の一つとしてこのうちのお店もあるっていうような形でインドの子どもたちに貢献できたらなっていうふうには思っています。日本全体の中で結構ベジタリアンってまだまだ食べれる店少ないんですね。でそんな中で京都が一番店が多い方だったんです、ずっとこれまで。そんな中でも他のベジタリアンでうちは五燻抜きなんですけども、五燻抜きっていうのは玉ねぎとかニンニクとかも取らないんですね。それはなんでかというと、よくあるのがちょっと刺激が強すぎて瞑想の妨げになったりとか、あとはね食べ過ぎると体の機能を傷めると、そういったこともあるみたいですね。ビーガンの方でビーガンの店で五燻抜きではないっていうようなお店も結構あるんです。で五燻抜きがもう絶対に必須条件で、それじゃないと食べれないっていう方も結構いらっしゃるんで、京都でお店を出すことによって京都のベジタリアンの方に、もしくは京都に立ち寄られたベジタリアンの方に玉ねぎとかニンニクを使わないって普通のカレーだったらありえないことなんですけども、それを工夫してずっと大阪で開発して、すごくヘルシーなオリジナルなその味を作り出してきたので、その味を京都の方にも味わっていただきたいし、また京都を訪れた方にも食べ物で困らないように自由に観光していただきながらベジタリアンの食事も楽しんでいただけるような場所になればいいなと思います。やっぱりずっと大阪のお店やってる時も、もう京都にオープンしてほしいってすごい言われてたんですよ、お客様から。で念願オープンできて、そしたら今日もそうですけど団体のお客様入ってるんですけど、例えば3日間大阪、3日間京都、ずっとうちのお店を使ってくれて、朝と夜と食べていっていただけるっていうような形とかが実現できたりとかして、おかげさまで利用していただいてます。最初にこのお店を決めた時には全然私も至らない点で、地域の方に十分な説明をしないままここにポンと入ってきたような形で工事を始めてしまったので、地域の方からちょっとどんなものができるのか、不安だっていう声をいただいて、ここで4回か5回ぐらい住民説明会をさせていただきました。その中で、皆さんからお声をいただいたところによると、まだここのエリアはやっぱり住民の方ももう本当に密集して住んでいるエリアなので、やっぱりそこの配慮をしっかりとしてほしいということで改善点を言っていただきまして、それで私たちもできる限り対応しますということで、何回かの説明会を重ねるうちに、例えばキッチンのところのね防火とかも、ここ本当に家と家が木ですし、すごくつながって隣接しているので、火事がもし万が一あったら隣まで行くのもすごい危ないと言われて、防火のその壁を基準よりも増やして2枚にして、で空気の層を作ってっていうようなこともやりましたし、またその匂いが始まってみて気になったら毎日のことだからすごく困るというふうにも言われまして、この物件の一番上の高いところまで換気扇の排気口を伸ばして、この住宅の方に向かずに違う方を向けるような形にして、で対策したらもう全然匂いはしないっていうふうにおかげさまで言っていただいたんですけど、始まるまでは皆さんやっぱり不安に思われるし、毎日のことでもし万が一何かがあったらっていうことで、たくさんお声をいただいて、やっぱり最初っていうのはお互いコミュニケーションがまだ十分ではないので、いろんな私た
ちに対する不安とかそういったところを持たれたところなんですけど、ツーポイント王さんの代表の方にもこちらにお越しいただいて、たくさん説明していただいたり、法的なことで言っていただいたり、もうそれは本当に大きかったです。すごくサポートしていただいて、はい、そのおかげで今ここに無事にオープンしたら、もうすごく軌道に乗ってたくさんの方にお越しいただいて、また住民の方もね本当にお客様としてお越しいただいてるんです。それももう何よりの救いで、はい、そう地域の方にも愛していただいてる、温かく見守っていただいて利用していただいてるようなお店になれて本当に良かったです。もうそんなおこがましいです。何もできることはないんですけども、今回思ったのは根気強く、続ければなんとかなるもんだなっていうふうに思いました。ここはもう絶対こうだからダメだよっていうようなことはないと思います。皆さんもやっぱ説明すれば理解していただけますし、物件とかもね、自分の本当に、やりたいことと合致しているかっていうのもそんなに慎重になりすぎなくっても、後から蓋開けてみたら結構心配してたことも、解決したよっていうようなこともあるかもしれないから、はい、まずは物件選びも慎重になりすぎずにやってもいいのかなって思いますね。もうツーポイント王さんに相談したら何でも相談乗ってくれるよっていう、はい、もうそこですね。すごくね親身に対応してくださったんですよね。やっぱり最初不安だし、この物件がもともと店でもないので、店にした時にどんな感じになるのかとかも全然わからない中、一緒になって考えてくださったので、やっぱそれで心強かったですし、一緒に歩いてくださったといいますか。で一番大変な時がやっぱり開業前だったんですけども、そこをなんか見放さずにもう契約して終わりとかじゃなくって、すごく親身になってしてくださったり、相談乗ってくださって、本当にねだから人間味のある会社さんだなとなかなか普通の会社ではそんなことないかなと思いますので、本当にねフレキシブルに対応してくださったんですはい、だからもうぜひここでと思いますので、皆さんもぜひここでいや本当お世辞とかじゃないです。感無量ですねこう言っていただけるために仕事をしてますのでよかったです。本当にもうその全てがあったからこその今っていうふうに思ってまして、本当にオープンしてよかったと思ってますんで、引き続き地域に住んでいる皆様にも、または外国から訪れていただける方にもみんなに愛されるお店を目指してます。はいいらっしゃいませ。